最近の着物のトレンドを教えてください。一石二鳥って感じです。3兆ぐらい。もっといっぱい遊んでもらえるかなと思ってます。悪い時代だよね。いや、カメラ向こうだから。Hey guys and girls on Ash Japanese, it's your flashy fashion reporter Kathy Cat, and today we're gonna go hit the Tokyo Kimono Show and find out how kimono has changed in Japan. It used to be a traditional gear, but now people are wearing it in a different way, different styles, and there's a lot of new things to discover. So let's go and Ash Japanese. 自分にとって着物って何ですか？自分にとって着物、小さい頃から祖母と母が縫い物をやってたんで、なんだろう、人生の一部なんつってちょっとかっこいいこと言ったけど、でもまあなくてはならないものかな。普段は最近着てないですけど、ちっちゃい時からありましたね。その昔の着物と今の着物はどうやって変わったんですか？ファッションが。どうかな、昔の着物と今の着物、ファッション的にはもう本当に今現在は本当にカジュアルで着たがってますので、なんだっけ、タートルで着たりとか、タートルの上に着たりとか、ブーツ履いたりとか、おしゃれな感じが多かったし、昔はどうなんだろう、本当の昔はもっと崩して着てたよね。大正とかの時は帯も崩してたし、着物もそんなにピシッとは着てなかったはず。昭和の時代かな、悪い時代だよね。こういうイベントの時にはこの着物を着なきゃいけない、この時にはこの着物を着なきゃいけない、ピシッと着てくださいっていうのは、呉服業界の悪い癖であって、そういうね、そうなるとみんなが着物を着てくれなくなっちゃって落ち目になったけど、また今皆さんがこういう可愛らしく着たりとか、さっきも言ったようにタートルで着てるっていう着てくれる時代にはなってきたかな、一時より。じゃあ今の着物のトレンド教えてください。トレンド、例えばこれは私が着てるのは春秋用のちょっと薄地なんだけど、ちょっと冬に着られる。ちゃんと襟が長い。袖が長いし、襟も着物の襟にちゃんと沿うようになってて、でも洋服にも合うという形、めちゃめちゃ人気です。羽織コートなんでね。最新の着物のトレンドの探しでここまで参りましたですが、これどういったなんか新しいトレンドなんですか？雪染めといって、雪で染めてるんです。雪で、はい、着物を雪で染めてます。後ろの写真みたいな感じですか？そうですね。雪原にこう布を広げて、でその上に雪を降り積もらせるんですよ。そこから染料をこう吹きつけてパラッと落とすと、このような雪の文様が出てくるんです。じゃあ本当に今の模様はその時に降ってた雪の形ですね。はい、そうです。なんでそれを証明するために、こちら日時だとか場所だとか温度だとか湿度を記録して、商品にしています。そのアイディアはもちろん私が、考案してました。自分のお店の名前もなんか雪染めそのままで？はい、雪染めです。加賀行っても雪染めです。アイディアはどこから湧いたんですか？もともと東京出身で、雪が降らないんですよ。ですよね。で大学、北海道の美術大学に行くって決めて、で最初はこういろんな雪で遊んでたんです。雪を作ったりスノボをしたりいろんなことをやっていく中、大学2年の冬に雪染めにこう偶然にも出会って、本当偶然にできたんですよ。でそこからどうやったらもっと綺麗に染まるかだとか、そういうのを研究して、でやっと15年目にして天然の染料で雪の結晶が染めることができたんです。でこの木にこういろんな人の目に留まるようなところに出ていったりとかを今回初めてやってます。ってことは今着てる着物も雪染めですか？はい、そうです。雪染めです。そこもその生地を置いといて雪を降らせる？はい、そうです。技法はもう生地を雪原に引いて、その上から雪を降り積もらせてから染めていくっていうのをやってます。場所、おすすめの場所とかなんかいろんな場所に行くんですか？そうですね、日本各地いろいろ行きましたが、最近暖冬とかの影響でやはり北海道のニセコだとか東川町が一番いいんじゃないかなと思ってます。今度海外にも染めていきますか？もちろんオファーがあればぜひ行きたいと思いますので、
はい、ぜひよろしくお願いします。最近の着物のトレンドを探してるんですけど、着物の着付けをよりなんか手伝ってくれるっていうか、しやすくしてくれるって聞いたので、ちょっと教えてください。はい、帯揚げっていうのがありまして、それが意外と皆さん結んだりするのが難しいんですね。それをちょっと簡単にしてあげて、ちょっとアイディア商品にはなるんですけども、でも簡単だけどすごく綺麗に仕上がるっていうものを作りました。今のピンクのものですか？そうです。このピンクが帯揚げなんですけども、ここを結ぶんですけど、結び目も実はこんなワンタッチでできるようなこういう布が結び目代わりになって、でこれももう最初からここが形ができてるので、普通はこう長方形の長い布があるんですけど、これを畳むんですね。でも畳むの難しいけど最初からできてるので、もうこうやってちょっと差し込んであげる。もうこれだけであっという間に綺麗な帯揚げ姿ができちゃう。でこのままでも入り口でちょっとかっこいい粋な感じになるし、こう結んだように見せたいときはこれをこことここに、もうこれだけで帯揚げ上級者になれるっていう出来姿がすごく綺麗に見えるんですね。海外の方でも結構簡単にコツみたいな。そうここ綺麗だとあの人かっこいいとか、ちゃんと着れてるって思ってもらえるので、こういうのちょっと利用するといいと思います。海外の人の一つしたヒントみたいな感じですね。そうですね。はい。で色とかもいっぱいいろんなのがあるので、こういうので楽しんでいただいていいかなって思います。海外のお客様もいらっしゃいますか？今日も海外の人来てくれて、こういうちょっとポップな感じのとか選んでくださいました。はい。反応はどんな感じだったんですか？もうびっくりしてました。わーとかってすごい簡単とかって言ってくれました。はい。助かりますね。そうですね。そう。自分のアイディアだったんですもんね。そうですね。私がちょっと考えて、特許取りまして、だから今のところ私が販売してるだけなんですけども、はい。じゃあここにしかない。そうですね。はい。自分のアイディアウォーマンですね。そうです。頑張ってます。最近の着物のファッションが変わりました。変わりました。はい。割とこういう会場を見ても、和洋ミックスって言って洋服とこう着物を合わせて着てる方がこう増えてきましたので、こう見渡してもねすごいそういう方が増えてきましたんで、うちのそのブランドとしてもそういった方に合うような提案をさせてもらってます。はい。じゃあすごい変わった商品なんか見せてください。はい。例えばこちら大人気のこれ帯締めになります。ベルトじゃなくて帯締め？帯締めです。今こちらねちょっと映していただければこの感じで、していただいてます。で通常のお洋服の、ベルトとしても使ってもらえますし、あと男性僕みたいにこういう帯としても使ってもらってるので、一石二鳥って感じ一です。石三鳥ぐらい三鳥ぐらいで一石三鳥。三鳥で一石三鳥です。はい。最近の着物のトレンドを教えてください。トレンドはもうカジュアル化ですね。カジュアルな着物をお客さんが好んでいるので、うちの、製品で言ったらまずは浴衣。今年だったら浴衣でもカジュアルの中でも少しハイカジュアルを意識して作っています。浴衣の着物の違いを教えてください。浴衣と着物の違いは、綿であるか絹であるかの違いがあります。で染める染料で言えば浴衣の染料と絹のを染める染料は違います。なのでうちでは2つ用意して染めています。最近おすすめとか着方とか何かありますか？おすすめ着方、それはねこれですね。今日本暑いんで1枚の生地で表と裏を違う色に染めるんですよ。それを引き染めでやっています。そうするとこの羽織なんかも一重で仕立てて、でも表と裏が違うとっていうおしゃれを楽しめます。この袖口もこういう感じでチラ見すると色が違うみたいな。はいそうです。ワンポイントのアクセント。はい。外国人は着物着たら嫌ですか？いや全然嫌じゃないですよ。むしろこれだってちょっとパイソンで今までの着物とは違うイメージで。スネーク柄？そうですスネーク
でこれゼブラね、そういうのを意識してます。海外の人じゃあこれから着てみたいと思う人の、なんか一つのヒントとか教えてください。うちはね、作ってるものも和だけど、作っている場所も和なんですよ。もう70年以上やってるこの和の空間で和のものを作ってるっていう、この一つのストーリーの流れをやっぱ感じてもらいたいですね。そのオーダーメイドの特徴は、私、要するに職人とお客さんが一緒になって着物を作っていく。もちろん色を選んだり生地選んだりっていうところを工房で一緒にやるんです。それを一つの特徴として体験型の、オーダーメイドっていうイメージでやっています。Wow, the world of kimono has changed so much, and there's so much more creativity, but also freedom in the world of kimono. While things used to be a little bit stricter, right now things have become looser, so it's a lot easier for people to start wearing kimono. I hope this inspired you to also check out the new kimono trends, and don't forget there is another video here that you can check out for more information about Japanese people and more Japanese street interviews. Thank you so much for hanging out. This was Kathy Cat, and I'll catch you soon on Ash Japanese.